皆さんこんにちは、ときまるです。なぜ続かないのか。今日は継続の秘訣について話していきたいと思います。やっぱり年始に目標を立てて、で、それを今続けている人ってどれくらいいるかっていう話なんですよ。毎年立てるじゃないですか。で、僕もね、立てるんですよ。毎年。でもそれが続かなかったりとかするんで、最近は立てなくなってるんですけど、目標自体をね。で、目標を立てないっていうことも一つはその継続のポイントになるかと思っていて、なぜなら目標を立ててしまうと、それが達成できなかった時にそれがストレスになるからですね。で、立てなければいいんだけど、でも何かをやらなければいけないみたいなプレッシャーにある人は、そもそもやらなければいけないことをもうちょっと深掘りした方が良くて、で、僕はそういうことをやっています。で、例えば、ヨガの実践。これはもう継続でしかないんですけど、で、ヨガの実践をするときに、目標とか目的みたいなものはもちろん決める人もいるでしょう。それは例えばヨガの先生になるとか、ライセンスを取るとか、ヨガのクラスを開催するとか、そのために自分はヨガを継続するんだみたいな感じで、何かその目標を決めてやる人もいると思うんですけど、その前になぜヨガをやるのかっていうところの理由として、それが自分にとって心地いいからだっていう。で、そこのですね、軸みたいなものを一つ深掘ってみる。だから表面的なところではなくて、なぜやるかっていう本質に立ち戻ってみる。で、それを続けることによって自分がヨガをする人になるんですよね。つまり自分のアイデンティティみたいなものがヨギーとして形成されるみたいなところで、そこまでもうできたら、勝ちというか、勝手に続くようになるんですよ。で、これ例えばだから自分がヨギーであるっていうことを認識するっていうことなんですけど、それが継続後に来るのか、それとも先にそれを継続中に立てるのかっていうところの違いで、継続中に立てることによって、それが継続に結果的につながるっていう、そういう感じです。例えばプロ野球選手のイチロー選手なんかを例にすると、彼は多分自分のことをプレイヤーだと思ってますよね、絶対。で、絶対的にプレイヤー、野球をやるんだっていうか、野球の人っていうことで多分捉えてると思います。だからそのトレーニングとかをするのは当たり前なんですよね、多分。そのトレーニングをやるときに悩むことをしないと思うんですよね。いちいち毎回。なぜこれをやるんだとか多分考えないと思うんですよ。で、それは自分自身の中に自分は野球をする人である、プレイヤーであるっていう多分認識がドンとあるからであって、で、それと同じようなことで、もちろんそのイチロー選手のレベルにね、すぐにはなれないと思うんですけど、何かをやるときに自分はその人だっていう意識を持つことができれば、それに伴って継続ができるということはあると思います。だから自分自身も、で、これは人に言うことによってそれが固定化されて加速していくっていうことももちろんあって、で、YouTube でもね、ヨガやってますとか、いろいろニュースレターとか自分の文章でもヨガやってることを書いていたりとか、あとは僕やり始めた頃はですね、結構リアルな友達なんかにヨガを始めたってことを話して、で、その理由だったりとか、その面白さだったりとか、効果についてですね、結構ね、語ったりしたんですよ。で、そういうことをやっていると、もちろん最初はそれに対してものすごく初心者なんだけど、自分の中に何かその軸みたいなものが立ち上がってくるんですよね。で、それが結局自分はヨーギーである、ヨガをする人であるっていう軸が立ち上がると。だから、やっぱりそういう立ち上げるために何かその周りにね、発信していったりとか、書いたりとか、喋ったり話したりとか、そういうことが結構役に立っているなとは思いますね、今考えると。で、もう一つ重視していることは、取り掛かりのハードルを下げるっていうことです。はい。これが一番物事の継続に効果的なことかなとは思ってますね。で、僕はヨガ以外にもランニングを始めて、もうね、10年ぐらい経つんですけど、10年以上ですね。12年ぐらい経ちますね。12年ぐらい経っています。で、最近はですね、2年に1回ぐらい地方のローカルレースを走るっていうことをやっていて、で、これはもう完全にそのレースに勝つためっていうよりかは、その自分の習慣の延長線上としてあるんですけど、友達との楽しみみたいなところも一つあるんですけど、それによって一番最初は超ローカルな春日部のですね、春日部大凧マラソンっていうのを走って、で、その次は台湾のマラソン、いきなりもう海外に飛んで台湾マラソンを走って、で、そして酒田マ
マラソンですね、酒田。で、それから新潟の佐渡時マラソンっていうのを走って、あとは奥多摩の方の奥多摩マラソンだったっけな。ちょっと名前忘れちゃいましたね。奥多摩湖マラソンだった気がしますけど、それも走りましたね。だから5回ぐらいね、トータルレースに出ているんですけど、でその取っかかりのハードルっていうのは自分が何かをやりたい時に、なるべくすぐにできるような状況を作っておくっていうことです。で、例えばランニングだとしたら、それをもう最初に週に何回やるのかっていうのを決めておいて、で、それをもうスケジュールに書き込んで、で、その通りにとにかく最初は続けていくと。で、走り出す時もですね、その専用のウェアとか、そういうものを準備しておくと結構ね、めんどくさくもなるので、もうとにかくT シャツ1枚で何でもいいので、ウェアを何でもいいので着て、で、ランニングシューズは一足だけと決めておいて、それを履いて、その時間が来たらすぐ外に出て走ると。そういうものをやると。で、ランニングというのは、その辺のね、道端のロードを走るものと、あとはジムとかで、ランニングマシンとかで走るっていう方法がありますけど、そのジムに行くっていうのは、結構人によっては手間がかかることだと思います。まずその契約をしなければならないでしょう。で、お金払わなければならない。で、そこに行って着替えたりして、で、ようやくマシンを使える順番を待ったりして、マシンに乗ると。で、それがロードであれば、基本的に家の外に出てしまえば、もうね、すぐね、走ることができると。ある程度の環境があればね。だからそういう意味で僕はそのロードを走るようにして、ジムは契約はしていません。だからそれも一つ、継続のポイントとなっています。だからいかに簡単にその物事に取り掛かれるか、で、簡単にできるかっていうところを、やると。で、そのハードルという意味では、その物事の難易度について考える必要もあって、で、ランニングはちょっとね、例が難しいかもしれないですけど、例えばヨガとかであれば、で、アシュタンガヨガで言えば、フルプライマリーっていう全体のですね、流れをトータルで通すと1時間30分ぐらいかかります。だからそれを毎回やるぞっていう意気込みをもちろん最初持つのはいいんですけど、でもそれをやるとですね、やっぱハードルが高すぎて、それによって挫折するっていうパターンも多いんですよ。で、僕はそのアシュタンガヨガを始める前は、2023年に始めたんですけど、その前はですね、7年くらい実は太陽礼拝だけをやってました。だからヨガ経験はもうね、ずっとね、7年ぐらいその前にあったわけですけど、でもその時僕がやっていたのは太陽礼拝だけなんですよ。で、他のポーズを一切やらなかったんですよね。だから一番ヨガの中で、ハードルが低い、でもものすごい深みはあるんですけど、ハードルが低い太陽礼拝というものだけを毎日くらい続けていたっていう経験があって、で、それはやっぱり簡単だからできたんですよね、毎日。本当にもう5分とか10分ぐらい、10分かかんないぐらいなんですよね。で、回数何回やるかによるんですけど、僕は大体5回ぐらいの太陽礼拝、しかも A、B とあって、A だけをですね、ひたすらやっていた時期があって、で、でもそれをやるだけで、もう肩こりが解消されて、ストレスも飛んでいくような気がしていたんですよ。だから、でもそれだけはやろうみたいな決めてて、で、続けられたわけですけど、それはもう明らかに取り掛かりのハードルを低く設定していたからだと思います。で、さっき話したように、そのヨガスタジオに別に行くわけでもなくて、自分の部屋でヨガマットを敷いて、で、朝起きたら、まずそれをやるっていうことを決めて、で、太陽礼拝5回やって、そこから食事をして仕事をするみたいな、そういう流れを作っていました。で、アシュタンガは基本的にヨガスタジオの場合は、マイソールクラスといって、出入り自由で、取り掛かりのハードルものすごく低いんですけど、でもやっぱり外に出てスタジオに行くっていうところが一つのハードルになっちゃうので、それを家で行うことができれば、ハードルも下がります。で、ハードルが下がると、それが勝手に継続につながるという感じです。そんな感じで、もう本当にそのハードルを低く設定して、そのレベルもだし、それに取り掛かるやり方とか方法とか時間とか、そういうものも最短距離で取り組めるような状況を設定しておくと続くと。で、あとはブログ書いたりとか発信とか YouTube とかこういうのも結局そうで、同じようなメソッドが使えて、やっぱりね、YouTube 撮るぞってなった時に、いろいろ、機材とか照明とかを準備して、で、マイク準備して、さあ話し始めますっていう風になるとね、ハードル高いんですよ、それって。で、僕はこの間YouTube の伸ばし方に関するプロダクトをね、販売したんですけど、YouTube ブループリントというね、ものを販売して、それにも書いてるんですけど、とにかくハードルを下げると取り掛かりの。で、例えばみんなが持ってるこのスマートフォン1台でも今 YouTube ってできるわけで、で、これで動画を撮って、このままこれでアップロードすれば、それで一つの動画ができます。だからそういうふうに、
やることによって継続ができると。簡単であればあるほどいいんですよね。で、僕も複雑なことはやっていなくて、カメラセットして、ここで喋ってるだけです。何もない部屋で。で、そのために、取り掛かりのハードルを低くするために、この常に何もない状態を作っておくというか、そういうところが、一つのポイントにはなってくるんですけど、で、ここにいろいろ家具とかがあって、マットレスがあったりすると、全部ね、毎回移動させてやんなきゃいけないじゃないですか。だから大体その何もないような状態を作っておけば、カメラをポンとセットして、ボタンを押して話し始めれば、そこでね、撮れるんですよ、一本。喋れるんですよ。で、毎回そういう風にしてます。だから僕はね、なんか無限にね、喋れるというか、無限に YouTube を作れるような状態になってるんですよね。それが面白いかどうかは別にして。そんな感じで発信もそうで、ブログとかもですね、やっぱり毎日書くぞっていう決めるのはいいんだけど、まず最初に言ったように、アイデンティティみたいなものを固める。自分はブロガーなんだ。発信者なんだ。自分はクリエイターなんだ。自分は文章家なんだみたいなものを決めてしまえば、じゃあ書かなきゃならないよねっていうか、書くのが普通だよねっていう、その普通というところまで落とし込むためには、自分のアイデンティティをまず確固たるものにしながら、そして取り掛かりのハードルを下げる。だからブログも本当になんか、ワードとかを立ち上げてガチャガチャね、もういろいろ考えて辞書引いて、で、また構成して、そしてそれをまたブログのページに上げてってやるんじゃなくて、いきなりブログのポストページから書き始める。それがノートとかだったら、ノートの普通の執筆ページを立ち上げて、そこで書いてそのまま出すと。そういうふうな手軽さ。あるいはその PC さえ使わないとかね、今もうスマートフォンだけでも書けるんで、スマホでね、移動中にバーって文章を書いて、それちゃんと間違えてないか構成して、それで投稿すると。で、そうすることによって、移動中に書けるっていう楽さ。それはもうハードルの低さにつながるし、で、それができるようになると旅しながら書いたりとか、移動しながら書いたりとか、本当に自分の行動範囲も広がって、それが今度また新しい刺激になって、そしてそれがまた自分の文章とかコンテンツのクオリティに還元されるっていう、その良いフィードバックが起こることにもつながります。だからそういうわけでハードルを低くするっていうのはものすごく大事。で、それがスポーツであっても、なんか習い事であっても、こういう発信とかであっても、趣味であっても、あらゆることにその tips っていうかテクニックは使えるので、自分がやっていることで、そしてそのなんか続かないなってことに対してですね、それをやってみるといいかなと思います。で、最後に大きなポイントとしては、それが本当に自分がやりたいことかっていうのは、考える必要はありますね。なんか周りがやってるからやろうとか、なんか実はその続けよう、継続したいって思ってるけど、実はそれは自分は本当に継続はしたくないんじゃないかなってこともありますからね。続かないっていうことは、そもそもそれに自分がコミットするだけの、フルコミットするだけの力とかエネルギーを注げないってわけだから、実は心の奥底ではそれをやりたくないって思ってるかもしれない。だからそこを見極めて、それが本当に自分のやりたいことでなければ、それ自体を手放すっていうこともありです、それは。で、その本当にやりたいことを一つね、手放すことによって、また新たにね、自分が本当にやりたいことを見極められる。そしてそれを始めることができるっていうことも、起こり得ますので、だから、本当にそれが自分がやりたいことかっていうのを、ちゃんとね、確かめるっていうのは、これはこの継続の tips 以前の問題として重要なとこなので、そこもね、何か続かないっていう人はその辺も考えてみてはいかがでしょうか。ミニマリズムやソロプレナーの実践に関しては週に1回のレターで書いています。概要欄より登録してみてください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。